今夜のゲストは先週に引き続き水曜日のカンパネラ歌羽さんです。よろしくお願いします。お願いします。先週お話を聞いてかなり忙しい2024年だったのは、分かったんですけれども、ちょっとプライベートについてもせっかくなのでいろいろ聞きたくて、数少ないお休みだったと思うんですけどお休みの日はどういうことされるんですか？私はめちゃめちゃインドアなので、家にいますね。猫ちゃんたちと、猫ちゃん2匹と3人で暮らしてるんですけど、猫がただ寝てて、すやすやと寝息が聞こえる空間で私は、漫画がめっちゃ好きで、家でずっと漫画読んでました。2024年ベスト漫画あります？歌さんの。むずい難しいですよ。なんか本当に、読んでる数がなんか半端なくって。そうなんですね。本当になんか毎日1日なんか5作品くらい読んだりなんかするので、本当に携帯でスマホで Kindle でめちゃめちゃ読むために買ってて、本当にめっちゃ読んだ年だなと思いますね。作品ちょっと今度数えてみてほしい。それを私におすすめしてできそうなのありますか？でもやっぱ有名で、ちゃんと面白いなって思うのは、早々のフリーレンは、それは、やっぱちゃんと絵も綺麗ですし、面白いなってやっぱ思いますね。いろんな作品読む中でもやっぱり。ありがとうございます。フリーレンはそう、私アニメは見たけど漫画はまだ読めてないんで。綺麗です結構絵が。本当に、そっちも読んでみます。ありがとうございます。まとまったお休みとかがもしあったら、お出かけ、でもインドアですもんね。あんまり。でも旅行行きたいです。行きたい。なんか友達とはよく旅行行こうよって話してるんですけど、でもなかなかどっちかに仕事が入っちゃったりとかして、結構行くことできてなくて、でもなんかどっか旅行行きたいですね。国内だったら広島の方か、金沢の方とか、いいですね。になんかちょっとゆっくりできる場所に行きたいので、なんか人がすんごい多いとやっぱしんどいじゃないですか。秋の京都とかってなんかすごい多分京都は年がら年中なぜか人が今多分海外の人もすごい増えたのもあって、多分すごい去年私秋に京都行ったんですけど、友達と旅行行ったんですけど、もうすんごい人多くて、修学旅行生とかもすんごくって、だからなんかちょっと人が少ない方がいいなって思ったので、広島だったり行きたいなって、厳島の方とかなんかずっと行きたいなと思ってますね。金沢は確かにちょうどいいですね。行きやすいっていうのがそうですね。それもありますね。あと私鳥取にこの年始行ったんですけど、年始だったっていうのもあるかもしれないんですけど、人は割と落ち着いてて、すごい静かでゆっくりできたので、そっちの方もちょっとおすすめです。よかったら行きたい。で今年あともう一個聞きたいのは、でも今年一番ハマったことなんですけど。でもさっき漫画めっちゃ読んだっておっしゃってたから、漫画かもしれない。漫画はめちゃめちゃ、でもずっと多分それは好きなので、なんかお酒飲むんですか？飲まなかったんですけど、ずっとお酒を飲まない人間だったんですけど、去年くらいから、飲み始めるようになって、もともとなんか知的に弱いのかなって思ってて、飲むことが本当になかったんですけど、去年くらいから飲み始めたらなんか全然弱くはなかったっぽくって、失敗することも本当にないので、結構ハッピーな酔い方ができるので、結構今年は友達と飲みに行くとか、一人で飲みに行くとか。一人でも行くんですか？一人でも行きます。それはなんかちゃんと楽しめてますね。楽しんでます。本当になんか全然知らない人たちと話したりとか、それこそスナック行ってカラオケ歌ったりとか、知らない人たちとカラオケ歌ったりとか、すごいなんかそういう楽しみ方ができたのはすごい良かったなと思いますね。素敵ですね。何が好きなんですか？お酒は。酒はいつも飲むのは紅茶ハイとか、居酒屋行ったら梅酒とか、甘めのお酒が私は好きなので、割と飲んでますね。ちなみにカラオケ、すごい何歌われるのか聞いてもいいですか？カラオケはでも
何でも歌いますけど、その知ってるものだったら結構その相手によって友達によってちょっと変えたりします、変えたりしますけど、スナックとか行った時はやっぱその木綿のハンカチーフとか歌ったらみんなお嬢いいねお嬢ちゃんみたいな感じの年齢層的にね、はい、言ってくれるので、私も桃井さんのさよならの向こう側歌いましたやっぱいいねお嬢ちゃんって言ってくれますもんね。そうなんですよね。歌っちゃいますねやっぱ、意外だ、いつか聞いてみたいありがとうございます、はい、あとじゃあ今年買ってよかったものとかはありますか？ちょっといろいろ伺いたい。買ってよかったもの、今年はでもやっぱその猫ちゃんを迎えたのが、5月末6月頭なんですけど、そこその猫を迎えるために家を引っ越しまして、もともと住んでた家がすごい気に入ってたんですけど、ペット禁止だったので、もうペット可の物件に引っ越して、でもうキャットタワー買ったりとか、その猫全自動の掃除のトイレ買ったりとか、そういうのあるんですね。私がアレルギーで猫アレルギーなんですよ猫めっちゃ大好きなんですけど、めっちゃ猫アレルギーがひどくって、だから少しでもその家をきれいに保たないと私のアレルギーがめちゃめちゃ、ひどくなっちゃうので、本当に家が猫ファーストの買い物をめちゃめちゃしましたね。猫自動トイレも2個だし、その2個のやつも割と3代目とかの、そのこれがこの子に合わなかったからじゃあこれ新しいのも買ってみようとかやったり空気清浄機も、今5台くらいリビングに5台置いててもうゴーってそこら中で空気清浄機やったり、すごい、ルンバも買って、いいルンバを買って、その常に家が綺麗になるようにしたりとか、そのペットカメラも買ったりとか、猫ファーストの買い物が今年買ってよかったものですかね。猫アレルギーだと気づく前に猫好きになったんですか？どっちが？猫は実家に3匹いて、もともとアレルギーじゃなかったんですけど、家を出て久しぶりに実家に帰るとアレルギーになっちゃってて、でもなんかアレルギーっていうのは分かってたんですけど、でもやっぱその猫と暮らすっていうことは諦められなかったので、もう毎日アレルギー薬とマスクで家で生活してます、私本当に本当にもう大好きなので、お猫様のね、猫様ファーストです、彼らが幸せならもうそれでいいという気持ちで生きてますね普段は、じゃあもう猫ちゃんたちが一番の相棒というか親友？そうですね、もうなんかずっとそばにいるやつらなので、多分向こうも同じこと多分思ってますし、その家族ともまたちょっと違うし、だけど共同生活してる中でお互いがお互い別に干渉しないけど、すごい私はこいつらに幸せでいてほしいみたいなのってやっぱなかなか守るべき存在で、なんか人生で初めて持ったので、本当にずっと家で猫と暮らしてますね。もう写真フォルダーが猫ばっかりです。猫ばっかり？本当に猫ばっかりになりました。いいですねでも今年割とね、そのいろんなところでライブもされたと思いますし、そのお家開けることも多かったと思うんですけど、でも逆にそのねいっぱいいろんな活動したことによってなんか新しい出会いとかもあったのかな、あったでしょうか？そうですね、今年は割とミュージシャンの友達も変わらず仲良くしてもらってますし、それこそなんかリーダーズ、私がこのリーダーズの、皆さんと仲いいんですけど、特にりんちゃんと仲良くって、りんちゃんとその日本でなかなか逆に会えてないけど海外のフェスで同じ日でりんちゃんって海外行ってもうなったりとか、そういうのがあったのはすごい良かったですね。結構普段友達と遊ぶってなったら、なんかそのアーティストの友達が多いですか？それともなんか地元の友達とか学生時代の友達とかもいますか？もう完全になんかこの最近で会ったアーティストの友達が私多分ほとんどで、そのイラストレーターの友達と展示ったりとか、あとやっぱ同じ業種ミュージシャンの友達とご飯行ったりとかが普段は多いですね。そうなんですね。今年は水曜日のカンパネラとは別にソロとしても活動されました、7月に自ら作詞作曲を手掛けたファーストアルバム歌うように朗らかにをリリースされましたが、そもそも作詞とか作曲活動っていうのはいつ頃からされていらっしゃったんですか？
作詞作曲をやろうと思ったこと自体が去年の夏くらいですね、そのくらいからなんか一度もやったことがなかったんですけど、なんかやってみたいなって思うようになって、書いてみたら意外と書けたみたいなので進んでいきましたね。すごい、もうじゃあその去年の夏までは一回も書いたことはなかった？全くなかったです。全く曲作りはしたことなかったんですけど、歌詞を書いてみようかなと思ったら、その今かかってるマイボディーズキュート一番初めに作った曲だったんですけど、なんか意外とスラスラって自分の言葉がちゃんと出てきたので曲ができましたね。それ何かきっかけがあったんですか、ご自身の中で、その心の変化だったり。そうですね、その時が去年の夏頃がドラマの方に参加させてもらっていたりして、結構環境の変化とか出会いの変化がすごいある中で、なんか新しいことにも早めに挑戦したいなって気持ちは私もともとあるタイプではあるので、じゃあ来年の武道館がもうその時は決まってたから、武道館が終わった後、私詩羽としてもまたなんかいろんな活動していきたいなと思ってやり始めましたね。そうなんですね。作詞作曲自体は実際その曲作りはどういう方法で、行われたんですか？そうですね、なんか私スマホで歌詞書くんですけど、スマホのメモでも歌詞書くしたんですけど、もうバーって作ろうと思ってバーって結構一気に言葉を先に、言葉ですね、私は視線なので完全に言葉を作って、そこにメロディーを自分の中で思い浮かんだのをボイスメモとかでも取って、そこからまた編曲を一緒に誰かとしていくみたいなことが多いですね。ご自身ギターも弾かれますか？ギターは弾けるんですけど、でも曲作りの時のギターは全然まだできないので、もうじゃあ本当にそのメロディーを浮かんだメロディーをこういう曲にしたいっていうのでもうお願いしてますね。そうなんですね、その水曜日のカンパネラとはまたやっぱりちょっと、違う一面を見れると思うんです、詩羽さんのそのソロの楽曲って、なんかその意識していることとかってありますか、その詩羽さんとしての曲？そうですね、バンド形態っていうのがあって、割とその時点で水曜日のカンパネラとは全然、違くなっているんですけど、水管では私の自分の気持ちだったりとか、自分の思想を全く言わないのが私の良さだなと思っているので、水曜日のカンパネラっていうポップなキャラクターとして、歌を歌うのが私はすごく好きなので、そことはもうまた全然違う自分の言いたいことをめちゃめちゃ言ってるぜみたいなのが詩羽としての活動なのかなと思いますね。なんかその詩羽さんのこの歌うように朗らかにを聞いていて、全体を通してなんか生命力っていう言葉がすごいなんか私の中でピンときて、そのどういう思いでっていうその強い思いもその言葉にも載っているし、その歌い方にもすごく感じるし、なんかその詩羽さんという人をもっと知りたくなるというか、なんかだし同時にその自分自身も結構励まされた、私も一リスナーとして励まされた楽曲もいくつかあって、私はトワイライト逃避行っていう曲がすごく好きだったんですけど、ありがたいです。この8曲の中ではじゃあ、マイボディーズキュートが一番最初に作った曲だったんですね。一番初めに作った曲でした、それが。そのマイボディーズキュート作ったタイミングでは、そのもうこれぐらい何曲の、アルバム作ろうみたいな気持ちが先にあったんですかね？そうですね、なんか一番初めにアルバムを出してスタートしたいなって思いがあったので、その中でもその曲調全然違うものを揃えた、こんなのもできてこんなのもできてこんなのもできるんだみたいな、本当にいろんな曲調のものを作りたかったので、割と元気な曲、ポップスっぽい曲、ハードな割と強気の曲とか、優しい曲とかで分けて作ってきましたね。だってトワイライト逃避行で割とちょっとソフトな気持ちになったかと思ったら、メリーゴーランドでまたハードでサイレンの音もあったり、叫んでるような感じの歌にもなったりして、すごいまたいろんな詩羽さんを見れる一枚になってるんじゃないかなと思います。そんな詩羽さんですが、ソロとして先週12月18日に新曲盆栽フィーチャリングセントをリリースされました。この曲では元ビッシュのセントチヒロチッチさんとコラボされていらっしゃいますね。今回コラボすることになった経緯ってどうだったんですか？
そうですね、千尋ちゃんとは去年の夏頃に番組で一度ご一緒させてもらった時うんに、の後に仲良くなるきっかけがあって仲良くなりまして、でそっから本当にずっと仲良くて月に1回2回は絶対に会うみたいな関係なんですけど、仲良い。なんか友達と曲をやるってなかなかその水管だとやっぱちょっと難しいところがあるので、もうソロでは自由にやりたいってのもあって、もう友達と曲を出すっていうので、千尋ちゃんにやろうよみたいな感じでお願いしましたね。そうなんですね。作曲は歌羽さんですよね、この曲。そうですね、私とまたその別の人と一緒にやってるんですけど、どういう風にこの曲は作っていったんですか？この曲はメロディー、サビのメロディーと歌詞と私のラップと、構成も全部私が考えて、もう千尋ちゃんのパートだけ全部空いたものをもうポンと渡して、ここになんか歌詞を入れてくれみたいな感じでお渡ししたらめちゃめちゃ素敵なものが返ってきたみたいな作り方でした。そうなんですね。それもやっぱりソロとしての、活動もされ、曲作りもあったから、またできた部分もあったりしたんかもしれないですね。なんか誰かと一緒に曲を作るってなかなかやったことがなかったんですけど、お互い多分信頼してるからこそ、なんか本当お互いこれもっとこうじゃないとか全くなかったっていう、そのそれは大きいですね。いただいたものに対していいねいいねで進んでいくスピード感がありましたね。じゃあもうその歌さんのそのリリック、ラップ部分とかその歌詞を見て、もうどういうテーマでいこうとかよりも、もうまずこれでお願いっていう感じだったんですか？そうですね、そのテーマ自体は一応説明して、こういうのでこういうサビにしたんだよねみたいな感じでお話しして、で私の多分ラップの部分を見て、千尋ちゃんの方も考えてくれたんだなと思いますね。完成した曲を聴いてどうでした実際？そうですね、めちゃめちゃなんか可愛い本当に最後に笑い声とかも入ってるんですけど、このテンション感でみたいなありましたね。なんか2人本当に2人で誰かと2人でそのレコーディングの場所に入るってことは人生で初めてだったので、なんかケタケタ笑いながら楽しいねって言いながらやったのをそのまま使いたいなと思って、それをそのまま使わせてもらったりしたので、なんか本当に友達できてよかったねって思います。なんか自分に対して私もともとすごく友達が少ないので、で本当去年から友人がちゃんとでき始めて、最近友達って最高みたいな感じになってるので、そのなんか昔の自分に、友達できたよよかったねって言いたい曲でもありますね。これはすごい思い入れのある一曲ができたんですね。その曲も、後ほどお聴きいただきますが、水曜日のカンパネラのボーカルであり、そしてソロとしても活躍する歌羽さん、今後どのような音楽ライフを歩んでいきたいと思っていらっしゃいますか？そうですね、今後は水曜日のカンパネラとしてもソロとしてもなんかどっちも自分の中で目いっぱいやっていきたいなと思っているので、水曜日のカンパネラとしては本当にポップスとしてずっとやり続けたいですし、ソロの方では逆に自分勝手なところをたくさん出して人を振り回すくらいの気持ちで活動したいなと思ってるので、なんか目いっぱいどっちも大事にしたいからこそ、ファンも好きな方を好きなように好きでいてくれたらなと、そこの先でお互いの幸せがあったらすごい嬉しいことだなと思ってますね。素敵でも、振り回されたいファンは絶対多いと思うのでよかった2025年の、活躍もすごく楽しみです。ありがとうございます。最後に、もしお知らせがあればお願いします。はい、来年2025年の1月以降にプレミアムライブ、水曜日のカンパネラのプレミアムライブというものがありまして、そちらの詳細がホームページとかオフィシャルサイトの方に載っておりますので、ぜひぜひチェックしてもらえたらなと思っております。はい、ありがとうございます。では最後に、先ほどお話ししてもらった新曲を聴きながらお別れです。新曲の紹介お願いします。はい、歌羽で盆栽フューチャリングセントです。ゲストは水曜日のカンパネラ歌羽さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。